こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。3月も中旬を過ぎれば、盆栽も季節もまさにお彼岸で春を間近にします。ここから盆栽の各手入れや管理が大変難しい時期に入ります。難しいといってもきちんとルールを守れば盆栽は素直に育っていきます。今日はその肥料、そして管理、こんな内容を皆さんにお伝えします。お楽しみください。日本の季節の言葉には三寒四温という言葉があります。寒い日が3回続き、また暖かい日が4回あり、これを繰り返して日本は春爛漫を迎えます。今ちょうど3月という季節はその葉盛りの季節です。梅は間もなく終わります。さあ、梅が終わった。硫黄合剤をかけたら今度は植え替えをしなければ。そして春芽が出てから切り込みだ。楓などはもうすでに新芽が動いています。冬の間に皆さんにお伝えした楓の植え替えでもお分かりのように、とっくに根っこはもう春を迎えています。追いかける植え替え、その中でしていかなければならない作業、そのようなことを一つずつご紹介しましょう。これからわずか10日から2週間の間に行う作業の大事なものとして植え替えがあります。雑木の盆栽が中心になります。ここにあるケヤキ、これからプチプチと芽が出てきますが、この時期からわずか10日が最適な時期です。手に入れたばかりですが、わかりますか？根の力でやや左に傾いています。ほうき立ちのケヤキですからまっすぐに立てたいですね。こういうものもこの季節の植え替えが必要です。3月に行われる一番初めの肥料、これは種類によってやるものやらないものがありますが、特に6月に芽切りを控えている黒松は必ずこの時期に必要です。名将木村正彦先生などはもう2月からやると言います。肥料もいくつかの種類があって、一般の方々にはこのような形をお勧めします。これは細かな肥料をうちで砕けないように袋詰めしておきます。こうすることで外しやすい、それと鳥などの被害も防いでくれます。これは皆さんお試しになるといいですよ。それともう一つが昔からあるこの固形肥料というやつですね。これは大きな盆栽に量を乗せてみるときにはとても有効です。2つの乗せ方をお伝えします。中型の大変古い黒松でご覧の通りにもう展示会に飾れるように鉢も150年前のものに植えられています。このようにきれいな苔でやるときに固形肥料をそのまま置くんではなくて、先ほど言った袋詰めのものを置いて使う、その形がいいと思います。ご覧に入れましょう。決して大きくはないものですが、面積が広く出るようにこのように置いて、飛ばないようにこれをようじで刺します。春ですからそれほど多くはいりませんが、芽切りをする黒松は今のうちからきちんと肥料を与えておくことで芽切りに耐えるだけの樹勢がつきます。この時期の肥料は黒松にとってとても大切です。同じ黒松の場合でも固形の肥料を置く場合、この固形肥料というのは遅効性、つまり遅く効くというやつですから、ある程度の量を乗せないと効き目がありません。これぐらいの鉢ですと少なくても8つぐらいは置いてあげたいです。こんなにいっぱいやるのって言いますが、これぐらいやらないとしっかりと効きません。水をかけたり、時には鳥についばまれたりします。少しでもそれを避けるのに、
このような肥料カップというものがあります。こういうもので肥料が飛ばないように抑える。これも必要です。苔を傷めないためには、今はこのように中に入れて刺すものもあります。どちらも有効です。お試しになってください。3月の仕事で一番難しく、一番重要なものをお伝えします。室出しというものです。冬の間、氷点下を避けるために、寒さに痛まぬように木をハウスの中へ取り込みます。これをいつか出さなければなりません。ただしこの出す時がポイントです。できるだけ曇り空や雨が少し降るような日。つまりこの時には湿度や温度があまり変化しません。一番怖いのは出した日の夜に凍りつく時、木は疲れてしまいます。つまりそのような時のために日を選んで出す。これがとても重要です。特にここにある盆栽たちは、盆栽を多くの方々に見て広めるために、私どもで行っている企業やショップに貸し出すレンタルサービスをするためのものです。暖かい暖房に合ったものが寒さにいてないように混んであります。またこれを出す。ちょうどこの今の時期がそれを狙う時です。室出し、とても難しいですが、皆さんは遅めにやってくださるといいと思います。新芽が動いているものを出して遅霜に当たると芽が傷みます。なるべくやや遅めでもいいですから遅霜は受けない。雨が降るような前の日、これを狙ってください。室から出すときに私どものような専門のところですと、一度霜よけをする、つまりヒートダウンさせながら霜だけよける、そのようなことをしながら私どもは少しずつ室出しを行っていきます。ここに10日ほど慣らして、そこから屋外へ出す、そのようなことがこの季節は続きます。3月の手入れ管理、重要なところをお伝えしました。もう一度復習します。まず芽が伸びるもの、花が終わったもの、その中心の仕事があります。黒松の肥料をやり始めなければいけません。そして何よりも室出しという一つ一つの木の顔を見て、大丈夫かな、まだ早いかな、そんなことをやることが続きます。もちろんその間に植え替えという作業が順々に続きます。カエデやカリンから始まり、モミジは芽が出てから、そして五葉松、黒松、真柏、4月の下旬まで続く植え替えの作業、それを健康にするためにもそれぞれの木の顔を見ながら冬から春への環境整備が必要です。皆さんもご自分の盆栽、これがどのような顔で春を迎えるかいたわってあげてください。いろんなアーカイブス、わびチャンネルをお届けいたします。ぜひチャンネル登録をいただいて過去のものもご覧になってください。本日もご視聴ありがとうございました。